はい、皆さんこんにちは。今回はですね、配置についての話をさせていただきます。配置というのは要するにオブジェクトをこう並べるだけなので、全く難しい話ではないんですけれど、意外とですね、知っておくと良いこと、細かい Tips みたいなものがいろいろあったりします。例えば隣り合うオブジェクトをこうピタッとくっつけたいとかですね、ランダムを与えていい感じにこう散らしたいとかですね、あるいはある特定のエリアだけに囲いをつけたいとか、スプラインに沿って自然な感じでこう配置をしたいとかですね、やりたいことってその時々で結構変わってくると思うんですね。そういったさまざまな方法をまとめてお伝えするということを考えております。で、今回はね、本当にね、紹介したいことがいっぱいあります。たくさんあるんですよね。なので、なるべく簡潔にまとめたいというふうに思っています。ぜひ最後までお付き合いください。今回はこんな感じのローポリなモデルで解説をしていきたいというふうに思っています。で、すでにオブジェクトがこういろいろ分かれてはいるんですけど、基本的にはね、これシンプルなシーンとなっています。まず、カメラがあって、ライトがあって、これ、グローバルボリュームは、ポストエフェクトですね。はい。なくてもいいっちゃいいんですけど、ちょっとね、寂しいので置いています。あまりにも映えないのもちょっと寂しいという個人的な好みの問題ですかね。で、最初にね、解説したいのは、バーテックススナッピングという機能ですね。まずこのフェンスに注目してください。今ね、ここに隙間が空いているの分かりますよね。で、これを埋めたい。つまり、このフェンスにですね、こうピタッとくっつけたいみたいな時って、皆さんどうしますかね。一つ、オブジェクトを選択した状態で、V キーを押すとですね、こんな感じでギズモの位置が変わるんですよね。で、この時にドラッグして、こんな感じで、はい、既存のオブジェクトにですね、吸着させることができるんですよね。こんな感じで、ピタッ。こんな感じで、また、ピタッ。このね、ピタッと感がね、軽く気持ちいいんですよね。こんな感じで、ピタッ。ということで、見事にですね、あっという間にこう隣接するオブジェクトがですね、綺麗に並んだというふうなわけですね。で、これね、オブジェクト同士をくっつけたくないみたいな時も逆にあると思うんですよね。くっつけたくないみたいな時はですね、ロックをしてしまうと対象外になります。このロックをした状態でくっつけようとしてもですね、はい、こんな感じであれくっつかないよみたいになりますよね。はい、こうやってロックを解除することによって、無事くっつけることができるというふうなわけですね。はい、なんで、ロックをすると対象外になるということも合わせて覚えておくと良いでしょう。続いて紹介するのはですね、インクリメントスナッピングという機能ですね。この緯度を元に紹介していきましょう。動かすときにですね、この平面をドラッグするか、この軸ですね、をドラッグするか、どちらかだと思うんですね。その時にですね、コマンドキーを押しながらドラッグすると、わかりますかね？ちょっとこう、カクカクしてますよね。で、これ軸を使ってドラッグした時も同様になります。こんな感じで。ちょっとこれ大きくしようかな。インスペクター見てもらうと分かりやすいと思うんですけど、0.25 刻みになってるんですよね。0.25 刻みに増えたり減ったりしていることが分かると思います。で、回転も同様にですね、コマンドを押すとこんな感じで15度ずつですね、変化しているのが分かると思います。で、拡大縮小がこれだともう 100% ずつ等倍ずつの変化なので一番わかりやすいと思います。インクリメントスナッピングっていうのはつまり一定の値ずつですね、コントロールすることができる機能というふうなわけですね。で、これらのステップ量というのがこちらですね。こちらのパネルで変更が可能です。デフォルトでは移動が 0.25 メートルずつで回転が15度ずつ、そして拡大縮小に関しては 100% ずつ変化するようになっています。この辺はね、好みで変えちゃっていいと思います。個人的によく使うのは回転ですね。で、オブジェクトを45度だけ回転させたい時とかって結構あると思うんですけど、そういう時にですね、このインクリメントスナッピングはとても便利な機能だというふうに思っています。そしてこのインクリメントスナッピングと非常によく似た機能としてですね、グリッドスナッピングというのがあります。シンプルにここですね、このマグネットボタンを押すことでですね、有効化されます。で、この状態でドラッグをするとですね、先ほどと同様にこうカクカク動くわけですね。で、これインクリメントスナッピングと何が違うのっていうふうに思いますよね。僕も思いました。
で、インクリメントの方はですね、元々の座標に一定ずつ追加されているような感じだったんですけど、こっちのグリッドスナッピングはですね、絶対的な座標にスナップさせるための機能なんですね。変更の値はまた例によってですね、このパネルから見ることができるんです。デフォルトでは1が入っているので、つまりこれ動かしても整数に固定されるというふうなわけです。実際にこう動かすと、なんかポジションが必ず整数になっているのがわかりますよね。で、もう一つ重要なのが、こちらの All Axis っていうボタンですね。ここを押すことで、オブジェクトを最寄りのグリッド位置に吸着させることができるようになっています。これはね、複数のオブジェクトを扱うときにとっても便利な機能です。ちょっと試してみましょう。はい、このとっちらかったひまわりですね。これをですね、ちょっと全部選択してですね、全部で35個あるんですけど、先ほどのボタンを押してみましょう。これですね。ポチッとやると、こんな感じでグリッドに沿って再配置がされました。ちなみにグリッドスナップはですね、こちらのツールハンドルのローテーション設定がグローバル時の時のみに使用が可能になります。このようにローカルにしてしまうと、ほら、こんな感じで選択できない、グレーアウトされてしまうわけですね。なんで、なんかこれ使えないぞみたいな時はですね、まずここを確認してみてください。で、続いての話題なんですけど、このひまわりのようにですね、オブジェクトをグリッド上に配置したいときって皆さんどうしますかね。方法はこれいろいろあると思うんですけど、ここではインスペクターに関数を入れることで整列させるということをやってみます。最初に準備のため、一旦ね、このひまわりをですね、全部削除しちゃいましょう。ポチッと。さあ、なくなってしまったんで、一個だけですね、このフラワーズ、このサンフラワーですね、をここに置いておきます。はい。1個だけになりました。で、これをですね、まずはコピペして、デュプリケートですね。こうやって7個にします。で、これをこうすべて選択した状態でですね、ポジション Z にですね、L の 0,6 というふうに記述します。はい。これでですね、1メートルずつ間隔を空けて、等間隔に並べることができました。つまりこのインスペクタというのは特殊な関数をサポートしているんですね。L というのはその関数の一つで、等間隔に並べるためのものなんですね。引数には最小値と最大値と2つを取ります。つまり、例えばですね、オブジェクトを4つ選択した状態で、ポジション X に L の括弧 2,5 というふうに入力すればですね、2から5まで線形に増加していくというふうな意味になります。ただこの場合ですね、実はもっと手っ取り早い方法があるんです。それをちょっとやってみましょう。一旦0に戻しておきます。で、先ほどと同じように7つ選択している状態でですね、シャープというふうに入れると、はい、それだけでですね、先ほどと同じように1メートルずつの等間隔に並べることができました。このシャープは選択したオブジェクトの個数分0から割り振られる番号なんですよね。インデックス番号みたいな言い方の方がわかりやすいかもしれません。終わりを意識しない分ですね、L 関数よりも使いやすいことが多いんじゃないかなというふうに思うので、これぜひ覚えておいてください。続いては横方向にもひまわりを複製してですね、増やしておきましょう。マグネットですね、グリッドスナッピングが有効化されているのでですね、やりやすいんじゃないかなというふうに思います。これで配置は完了です。さあ続いてせっかく並べたひまわりがですね、向こうを向いているので角度をまとめて変えてみましょう。これシンプルにね、ギズモを使って回転させるだけなんですけれど、複数選択している場合の回転はですね、ポジション設定がピポットかセンターかによって挙動が変わるんですよね。まずね、今、ピボットが選択されている状態です。まず、すべて選択してですね、こうやって回してみると、はい、こんな感じでですね、期待通りの動きになりました。なんですけど、これ一旦アンドゥしてですね、今度はセンターにして試してみましょう。そうすると、はい、こんな感じでですね、まとまって回転されちゃうわけですね。なんか土台ごと回転されるみたいなイメージでしょうか。例えば、ここにあるもの、このトラクターですかね。この2つは別々のオブジェクトなんですけど、これを回転させたい場合はですね、ピポットではなくて、センターで回転させるのが、適切というふうな話ですね。このような挙動の違いにご注意ください。さあ続いてはですね、このひまわりの角度にちょっとばらつきを与えてみましょう。つまりローテーションの Y にランダムを入れるというふうな話なんですけど、これもね、関数でなんとかなります。
今、インスペクターを見てみるとですね、もちろんこれすべて同じ値が入っているわけですね。これにちょっとランダムを持たせたいというふうなわけですね。ではやってみましょう。ここにですね、R の括弧150、210というふうに与えてみます。はい。そうするとですね、こんな感じで、いい感じにランダムが与えられました。これすごい便利じゃないですかね。ちなみにこの関数はですね、いわゆる合成演算子というのもサポートしていてですね、例えば頭にプラスイコールみたいなものをつけることもできるわけです。そうすることで、現在の値を相対的に変化させることができるというふうなわけですね。例えば今のひまわりみたいにですね、ポジションが全て異なっている座標であった場合にですね、ここにランダム性を加えるのであれば、まさに合成演算子の出番というふうなわけですね。試してみましょう。プラスイコールの R のマイナス 0.2 の 0.2 ですね。はい。これと同じものをですね、Z にも与えてみます。これ便利じゃないですかね。まあでもやっぱりこれポジションのばらつきはいらないかなみたいに思ったら、これをね、押せば、均等にまた揃うというふうなわけですね。というわけで、L とか R とかっていう特殊な関数を使いましたけど、それ以外にインスペクター上でできる数式表現はこんな感じです。いわゆる四則演算とか、そういったものがあって、数学的な、いわゆるマスクラスでよくあるような平方根があり、サイン、コサイン、タンジェント、切り下げ、切り上げ、四捨五入。それから先ほど紹介した LR があって、あと定数の π ですね。円周率ですね。それから合成演算子なども使えるというふうなわけです。で、扱い方は一応マニュアルがあるんですけど、先ほど紹介したシャープみたいにですね、一部アンドキュメントなものもあったりします。三角関数が使えるんだったら丸く並べるなんてこともできるはずですよね。なんで、積像を円周上に配置するみたいなことをやってみます。プリファブから、スタチュー、これですね、スタチューナイトというのを1個インスタンシエイトしてですね、またさっきのフラワーと同じように、デュプリケートして、全部で12個にしておきます。円周上に配置するということをどのようにやるかちょっと考えてみましょう。まず単位円上の一点はですね、このようにサインアルファで表現されるわけですよね。アルファの値は先ほど説明した、インデックス番号を使うことで360割る個数分、つまり12かけるシャープというふうに表現ができます。ただ、このポジションで扱われる角度はですね、ディグリーではなくてラジアンなんですよね。360度を 2π に置き換える必要があります。これを約分すると、こんな感じですかね。で、この2つの結果からですね、インスペクタに記述すべき内容はこんな感じになります。で、単位円だとちょっとちっちゃすぎるので、共にですね、半径分の5を最後にかけておきます。では実際に記入していきましょう。はい、これでですね、円周上に配置ができました。ただ、今ですね、現状では全ての積像が Z 方向を向いていますよね。なんで、これをですね、中心を向くように変えてみようかなというふうに思います。同じように数式を入れるのであれば、ローテーションの Y ですよね。まずはマイナス90を入れてですね、全てを左向きにしちゃいます。さらにインデックス番号に応じてマイナス30度ずつ変化させたいので、マイナス30かけるのシャープというふうに入力します。こっちはラジアンじゃなくてディグリーなのがちょっと不思議な感じありますけど、これでできるわけです。でもこのようにですね、まとめて角度を調整するというまた違うアプローチを考えてみましょう。オブジェクトの制御を行うためのコンポーネントとしてコンストレイントというものがあります。これもね、使い方によっては配置する上でちょっと役に立ったりするんですよね。今回は Look@Constraint を使ってですね、複数のオブジェクトに任意の一点を注視させるということをやってみます。まずはですね、注視させるためのオブジェクトを作っておきます。ここではですね、スフィアですね、スフィアを使います。何でもいいんですけどね。で、続いては、このスタチューをまとめて選択してですね、Add コンポーネントから Look@Constraint を選びます。で、有効化した上で、ここですね、ソースに先ほど作ったですね、スフィアをアサインします。さあ、あとはですね、このスフィアをちょっとこうやって動かすと、はい、こんな感じでですね、常にこのスフィアを見ているような状況になります。いやー、これちょっと面白いですよね。はい、なんか適当にこの辺をじゃあ見るということにしておきましょうか。あんまり深い意味はないんですけど。調整が終わったらですね、先ほど追加したこの
コンポーネントをリムーブしちゃいます。そして、このスフィアも消しちゃいましょう。ちょっとした小技ではあるんですけど、工夫次第で配置をする上で役に立つというふうな話でした。さあ、続いてはですね、サーフェイススナッピングについて話をします。当たり前の話ではあるんですけど、アセットをドラッグで移動させた場合ってですね、オブジェクトに重なってしまうわけですよね。例えば、このカボチャを移動させると、はい、こんな風にですね、壁にめり込んだりとか、樽にめり込んだりとかしてしまうわけですね。なんですけど、シフトとコマンドキーを押しながらこうやってドラッグするとですね、はい、こんな感じで他のオブジェクトに乗っかりながらですね、移動させることができるわけです。つまりコライダーを意識した配置ができるわけなんです。これ意外と知られてないと思うんですけど、便利なのでぜひ活用してみてください。さあ、ここからはですね、大量のオブジェクトを置く場合の話になります。草原とか森林のように大量かつ無造作に置きたい場合はですね、ポリーブラシがなかなか便利です。これですね、ポリーブラシは Unity の公式アセットになります。パッケージマネージャーからこちらを有効化した状態でですね、ツールからこのポリーブラシを選んでください。ポリーブラシウィンドウですね。で、ちょっとこのインスペクターと並べておきましょうかね。そして、こちらですね、を選んで、配置したいオブジェクトを登録しておきましょう。ツリーのこの木とかですかね。チェックを入れます。この状態で、こうやってドラッグすれば、その軌跡に応じてですね、木が配置されていくというふうなわけです。ちょっと確率すぎるなというふうに思ったらですね、スケールにばらつきを与えたりとかですね、あとは、ローテーションにばらつきを与えるみたいなことも、いいと思います。それから他のオブジェクトとですね、合わせて配置するみたいなこともできますね。で、出現率はちょっと木を多めにして、このバレルを少なめにするとかって感じで、なんかたまにオブジェクトの上にね、こうやって意図せずして乗っかっちゃうこともあったりしますね。これがね、ちょっと厄介なんですけど、そういうのがあればですね、地道に消していくというふうな感じですかね。ポリーブラシはね、気軽に使えるというのが素晴らしいところだと思います。さあ、そして最後に紹介するのは、スプラインツールですね。これがね、本当に素晴らしくてですね、今までいろんな配置方法を紹介してきたんですけど、これ最もね、実践的で紹介しがいがあるというふうに感じているようなものです。それがスプラインツールです。で、注意点は、Unity 2022.1 以降でしか使えない最新の機能になるというところですかね。ウィンドウからパッケージマネージャーを開いてですね、スプラインツールをインストールしてください。さあ、ここに3匹の豚がいるわけなんですけど、この豚にですね、柵を作って囲ってみるということをスプラインツールでやってみようと思います。最初にこのヒエラルキーからですね、スプラインのこれですね、ドロースプラインツールを選択します。で、あとはこんな感じでですね、いわゆるベジ曲線ですね。ベジ曲線を使ってですね、こんな感じで囲ってしまうわけですね。描画をやめたいときはですね、リターンキーで終了です。ハンドルの操作に関しても、こんな感じでできますね。ちょっとこれをいい感じで丸くしたりとか、柔軟にできるわけですね。続いては、この Add コンポーネントから、スプライン、これですね、スプラインインスタンシエイトを選びます。そして、ここにフェンスを登録するわけです。はい、これをドラッグ&ドロップしてみましょう。今、フォワードアクシスがですね、これ Z 方向を向いているので、これを X 方向にすればですね、こんな感じで囲むことができたわけですが、これ何かちょっとおかしいのわかりますかね？実はですね、このフェンス、幅が2メートルなのに対して、このディスタンスがですね、1メートルになっているんですよね。なんで、ここを2にするとですね、はい、こんな感じでいい感じになりました。さあ、ちょっとここ間が空きすぎているので、逃げちゃいそうなので、またベジェを修正しておきましょう。こんな感じで。今度はめり込んじゃったので、じゃあこれをもうちょっと広げていきましょうかね。はい。ちょっと形があまり美しくないので調整します。こんな感じでいいかな。
いろんなオフセットを与えることもできます。例えばローテーションで、X とか Y にですね、こうやって変更を与えたりとか、Z でちょっとこうやって傾けることもできるわけですね。あとはスケールで、高さをね、こうやって変えることもできるわけですね。あとはインスタンシエートするものをですね、もう一個追加して、ここにブロークンなフェンスを与えてですね、20% ぐらいはブロークンなものにするみたいにしてみましょうかね。はい、これで1個かけてますね。このランダマイズを押すとですね、こんな感じで何回でもサイコロが振れるみたいな感じですかね。いい感じで豚が逃げないようになったんじゃないでしょうか。さあ今度はですね、こちらの方に岩山を作ってみようと思います。ちょっと単調な作業が続くので、ここからはですね、3倍速でお届けしています。描画の後には先ほどと同様にインスタンシエートのためのコンポーネントを追加します。スケールにランダムのオフセットも与えておきましょう。Y 軸のローテーションをランダムにしておくのもかなり重要ですね。これをすることでだいぶ自然な見た目になるはずです。高さをもうちょっとだけ大きくしてみました。あとはベジを細かく調整します。スプラインは後から好きなだけ調整できるのが素晴らしいところですね。これで背景の岩山が完成しました。あとは道なんかも作ってみましょう。またひたすらベジの描画を行います。軽く調整しておきます。インスタンシエートするのは先ほどの岩山と同じオブジェクトです。これを平べったくしてですね、今度は道として使い回してしまいましょう。スケールオフセットにマイナスを入れて平べったくします。そして X と Z にもランダムを与えます。はい、こんな感じで配置しました。ちょっと微調整を加えます。そしたらですね、同じスプラインにもう一つインスタンシエートコンポーネントを追加します。このように複数与えることもできるわけですね。今度は道に沿うように石を並べてみようと思います。ポジションオフセットの X に値を追加することで並行するような並べ方ができるというふうなわけですね。今までと同じようにローテーション Y をランダムにしておきます。あとは自然に見えるようなですね、ばらつきを与えておきます。ここでもランダムを使います。続いては道の反対側にも同じように配置をしたいので、今度はですね、コンポーネントをコピーして同じオブジェクトに新規追加のためのペーストを行います。そしてオフセット X を反対方向にしてしまいます。これで石の配置は完了です。続いてはこの作ったばかりの石をコピペしてですね、さらに花を植えてみます。2種類の花を 50% ずつランダムに配置して石の外側に移動させます。石よりはもう少しばらつきを与えようと X もですね、ランダム化しています。またコピペして反対方向にも配置しておきます。これで一通り道が完成と言いたいのですけれど、ちょっとね、一部浮いてしまっているところを見つけました。スプラインは地面のコライダーに合わせてくれるんですけれど、凸凹が大きいとですね、こういうことも起こり得るわけですね。調整しています。まあ大体いいかなというふうな感じですかね。続いてはちょっとこの辺りが寂しいので木を植えてみようと思います。
もう少し密集させたいのでスプラインの長さを伸ばして調整中です。右側の空いている部分にも木を植えていきます。平面を潰す方向としてはちょっと雑な感じはしますけど、そのあたりはあんまり気にしないでですね、2種類の木をランダムで配置するようにしています。ディスタンスを調整してみると意外とね、いい感じになりました。ポジションオフセットを変更させてランダム感を出します。ローテーション Y もですね、これはなんかもう全部にやってるような気がします。スケールもランダム要素を加えてですね、ちょっと大きめにしてみます。これで一通り配置ができました。最後にキューブを1個生成してますけれど、これは道のために描画したスプラインに沿わせて動かすことでドリーカメラのようなものを作ろうとしているんですね。スプラインアニメーションコンポーネントを追加してこんな感じで飼育させるとですね、動きがシミュレートできるというふうなわけです。デュレーションはとりあえず20秒にセットしました。カメラをキューブロックオブジェクトにしちゃいます。そしたらトランスフォームをリセットしてですね、高さを目の高さぐらいまで持ち上げます。再生するとこんな感じで道に沿ってカメラを動かすことができます。さあというわけで、今回はですね配置についてのお話をさせていただきました。最後のスプラインに関してはもう細かい解説をするよりですね、実際に使っているところをお見せした方が良いかなというふうに思ってですね、ちょっと構成をね他と変えてみましたが、いかがだったでしょうか。感想や質問などあればですねコメントいただければ幸いです。そして最後になりましたが、今回ね使った 3D のアセットですね、こちらを紹介させていただきます。こちらはポリークラフトさんがリリースしているローポリアンリミットパックというですね、ローポリオブジェクトの詰め合わせパックとなっています。センスのいいオブジェクトが大量に詰め込まれておりますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。